かっていう、それは宇野さんなんかもちょっとそういう感じだと思う。つまり吉本さんのね、これまでの議論っていうのは前にも言ったけど、要するに主体の同一性っていうものを前提にして、だから疎外論だみたいな議論になるんだけど、実はそうじゃないと。吉本さんの主体っていうのはねじれてるんですよ。だから断絶を、だからよく羅漢の使うあれで言えばこれなんですよね。これ主体の S だけれども、羅漢はこれをつけるわけ。だからこれは単なる否定じゃないんだ。主体という言葉はあるけれども、それは現実には存在しないっていう。だからこの罰をつけることによって主体というものが現実の存在ではなくて、ある種の創造的なものであると。だからそれは同一化されたものとして受け取ると大きな間違いになるんだけど、これもそうなわけですよね。これもそうなんです。これは他者っていうさっきの大他者だけ。それで吉本さんのは主体、だから疎外とか出てくると主体であるからそうなるんだろうけど、それ羅漢につながるわけです。それがどっかでねじれてくる。ねじれて、だから吉本さんの共同幻想っていうのはそのねじれの産物なわけでしょ。そのまま吉本さんを使うと実体論みたいになってる。そう直接性の言語になってだから吉本さんの最大の誤読だと僕はねずっとこれでやってと思うのは、吉本さんの議論を直接性として実体論として、主体というものは一つの同一性を持った実体であると。でそれが阻害されるんだとか、それから共同幻想も国家として実体としてあるっていう。でもそういう読み方がもう吉本さんのテクストの読み方の最大の誤読なわけです。実体論じゃないということ。吉本龍明のテキストを特に共同幻想論にしての心的現象論、これを実体論として読んだらもう完全に間違いない。実体論として読むってことは要するに同一性をね、同一性を前提にして読むってことだ。そうじゃないんだと。吉本龍明を読むのはやっぱり僕ら吉本龍明を読むときには非同一的なものから読まなければいけないっていうね。なんか羅漢を支えにしてちょっと緊張関係において読まないと、すぐ実体論に落ちていくような感じが。だからそこで羅漢が必要になってくる。羅漢を我々が読む最大の意味っていうのは、あらゆる実体論、心的世界ってものにあらゆる実体論的なアプローチから解放するっていう意味それが吉本さんは最初からそうだったの？途中からそういう風になってったとは違うの？そこのところは二重でしょ。二重だと思う。主体とか実体とか概念ないね、あんまり。いや、あったんですよ。あった。だからね、60年代の共同幻想論を書いた時点、あるいは事実の思想的拠点を書いた時点で、ある種の実体論的に傾斜していく側面があったことは確かだと。でもね、80年代のハイイメージ論へ至るプロセスの中でそういう実体論を自らの手で始末したわけです。でその時に逆に言うと吉本さんが80年代でハイイメージ論へと至るプロセスで始末したことを逆に共同幻想の読み方としてね、共同幻想の読み方として反映させてそれなら分かる。二重っていうのはそういう意味で。だからそれはあるいは60年代の時点の当事者意識としての吉本さんの中ではある種の素朴実体論みたいなものですね。なかったとは言えないかもしれないけど、しかし80年まで引きずったところで議論を引いたところで読み直せば、それはもう実体論として読むというのは吉本さんの最大の僕はやっぱり誤った読み方だと思う。とかあの辺のもうそういうところから読み直すとそう思うよ。当時読んだ時はさ、どっちかというと実体論じゃなくて読んでたからさ。でもあの時はもうあれですよね。南北そう私的なものと非私的なものだからね、僕の議論でいうとそこの鍵になるのは逆律という言葉の読み方だ。逆律がどっからで逆律っていうのを例えば個と集団の対立であるとかね、共同幻想と個体幻想の対立であるっていうと実体論になるわけですよ。そうじゃないと、僕の考え方で言えばね、徹底的に個体幻想についていけば共同幻想は消滅すると、つまりそこではいらないものとして消去されると。しかし逆に共同幻想につけば個体幻想は消去される。つ
つまり個体幻想と共同幻想が何か実体的なものとしてぶつかり合うっていうのは逆律っていうことではなくて、逆律っていうのは共同幻想につけば個体幻想は消滅し、個体幻想につけば共同幻想は消滅するという相互に消滅し合う関係、その関係をだから消滅するから、じゃあどっちもないんじゃない、これの話だけど、で逆律っていうのはだからだからそこのところで言えば僕は唐谷公人が使った概念ね、なんだっけ、二重に見るっていうなんだっけ、あれ今言葉ど忘れし、あんなに使ってたのに忘れちゃった。ジジェックも使う言葉ね。逆律っていう概念はランボーとカルマルクスはそこで初めてなんですね。そうそう、カルマルクスおよびランボー、あそこで初めて逆律っていう概念が出てきたね。だってカルマルクス書いた時にランボーとカルマルクスが書いたのと基本的には変わってないです。いやだからもうあそこで僕は吉本さんの思想の出発点っていうのがあそこだと思う。あそこあれとだからあれが一つのステップ、カール・マルクスおよびランボーが出発点になって書かれたのがマチュー諸子論だったと。だからカール・マルクスおよびランボーからマチュー諸子論に行くプロセスの中で吉本さんのモチーフっていうのはあって、それは要するに主的なものと非主的なものの逆律という概念である。その辺でもうすでにそういうふうな二重性っていうのが展開が始まったというふうにだから相互対立的な二重性ではなくて相互消去の形での二重性と。そうするとその相互消去っていう形の二重性で見たとき、その二元的な対立じゃなくなるわけです。でもその逆律という概念はその二元的な対立でなくなるところの相互消去的な二重性っていうものをさらにメタレベルでね捉え直そうとする方法概念みたいなものになってくるんだと僕は思ってるわけだから逆律っていうとどっかから出てってなんか対応してる感じだけど、そうじゃなくてなんか3つなんか出してて、なんか大坂さんがヘーゲル的というよりもカント的だって言い方してたみたいな、カント的だっていうことでなくて唐谷さんのトランスクリティックの中の超越論的 X っていうちょうど唐谷さんの言うとおり超越論的 X というのをここを置くと2つの項というのがこの要するに超越論的 X とこの2つの項の間の三角形の中でこの相互対立っていう二元的な相互対立じゃなくて実はこう見ることによって二元対立そのものが一つのフィクションであると虚構であるということが明らかになる。でね、じゃあ吉本さんの中で例えば事実論みたいなところで言った時にその超越論的 X つまりフィクションとしてのねその相互消極的な学術的二元性っていうものをメタレベルから捉え返す超越論的 X に対応してるのが僕は大衆の現像だと思う。だからね、大衆の現像を何か実在する大衆だと思うくらいね誤った読み方はないわけで、あれは抽象概念なんです。方法概念なんです。大衆の現像っていうのはね方法としての大衆なんです。あれはもう全く実体性のないあえて言えば抽象存在抽象概念なんですよ大衆の現像っていうのは。そういうふうに読まなければいけない。そこが僕はやっぱり吉本さん今読み直す上での一番大事なポイントだから実体論からあらゆる同一性を前提にした実体論的議論から吉本龍明を解放することっていうのは僕の今やっぱり吉本さんを読む最大の持っていくんじゃないかと。でそのためにはやっぱりね羅漢っていう補助線は絶対に必要なんです。必要不可欠なんです。羅漢っていう補助線がなければ吉本さんをそういうふうに読むことは不可能だと僕はあえて思うわけ。その意味では羅漢なしに吉本龍明を読むことぐらい愚劣な吉本の読み方はないというね、羅漢を書いた吉本龍明の読み方では吉本を読んだことにはならないという。ただ現実にはそれ両方読む人っていうのはほとんどいないですよね。まあだから宇野さんとかね宇野邦一さんとか宇野さんの吉本論が僕は重要なの多分面白いのはそこのあたりである。羅漢がないとそういうふうに二重性と読めないの。読めない。まああえて言うともう一人ね挙げるとすればまあもう2人ぐらいかな。
僕の中でそういう意味じゃラカンとアルチュセールとアドルノかな。ラカンとアルチュセールとアドルノ。この3人の思想家っていうのはヨーロッパ20世紀のヨーロッパの思想家の中で最もラディカルに実体論を否定した、同一性論を否定した思想家なんだね。でもちろんその同一性の否定の議論っていうのは実はこの後ちょっとお話しすることとも絡んでくるわけだけど、その起源はもうヘーゲルにあるわけですよ。ヘーゲルにもうすでにあるわけね、非同一的なものっていうのを。でそのヘーゲルの中にある非同一的なものっていう非実体論的なね議論の道筋っていうのを掘り起こしたのがアドルノの否定弁証法っていう本になるわけです。それからアルチセールに行くと例の不在的厳然的不在っていう、僕はあれはアルチセールがやっぱりラカンから引き出した概念だ。不在的にして厳然的である、これですよ。不在的にして厳然的であり厳然的である厳然的であると同時に不在であるっていうね、不在的厳然的不在っていう論理が。それ難しいですね、こういう言い方してる人だけどめちゃめちゃ実体論とあるでもそれを媒介しないと吉本さんがそういうふうに読めないの。読めない。吉本さん自身の中で、だけどこの逆立から残念ながら無理だと思う。無理なの、吉本さんのテキストだけをね、語弊担ぎみたいにね読んでる限りは絶対そういう吉本さんの読み方は僕はできない。逆立論ってのは他の方でやってる方いるんですか、外国の方でいるんですか。逆立、吉本さんの逆立と同様な考え方をしている方々は人方いるんですかね。だから今言ったようにその議論っていうのは実はヘーゲルの中にもあるんですよ、マルクスとそれからカントにもある。カントの物自体と現象の関係っていうのは、これはカルタニ個人のトランスクリティックあたりを読み直していただくといいと思うんだけれども、ヘーゲルとマルクスの間にもありますよね。あります。逆転がね。っていうよりもヘーゲルの中にある逆立に向かう論理っていうものを引き出したのは僕はマルクスだと。でそれが僕は価値形態論だと思ってるんだ。あるいは価値形態論っていう形を取ったマルクスの弁証法的論理。吉本さんもそこから出発してますよね。そうね。でね、それは例の背明示論の第一巻に入ってる価値論の議論っていうのをやっぱり徹底的にもう一回読み直さないといけないと思う。あれ難しいんだけどね、アダム・スミスから始まる議論。そこはそうですね、形態論とか。あれは一種のあれはあれでしょ、吉本さんの僕一種の常用価値学説史みたいな議論だと思うんですよ。アダム・スミスからマルクスまでずっと価値論のね系譜をずっとたどり直してるわけですよ。あれは迫力ありますよね。だからね、マルクスの中でもだから経済寛容項から始まる議論の中で実は常用価値学説史の議論っていうのはすごく重要だと思うし、いけないマルクスもそうなんだな。マルクスもやっぱり読み方、資本論を読むときには補助線が必要なんですよ。でね、補助線なしに資本論を読むっていうのは非常にやっぱ愚かな読み方だと思うので、やっぱり要項を読まないといけないし、常用価値学説史が必要だし、それから収録されなかった直接的生産過程の結果っていう第初版の未定項があるけれども、あれは非常に面白い。あの辺りの議論っていうのをちゃんと補助線として読まないとやっぱり資本論の意味っていうのは見えてこないと思う。でその過程だから経済寛容項から資本論過程の中でマルクスは何と一番格闘しているかってまさに実体論からどう離脱するかっていうことで格闘しているわけで、例えばその実体論から離れるっていうことはマルクスの中で実体論から離れるっていうのはその労働生産論っていう枠組みからではなくて商品論から始める、交換論から始めるっていう。でヘーゲルはねそれができなかった。やっぱりね今ちょっとヘーゲルのことをやってるんだけど、ヘーゲルはねやっぱり自己意識論で言った限りにおいてヘーゲルは市民社会の問題を発見して、でそれは非常にヘーゲルにとってっていうもヨーロッパの思想史にとって重要な意味を持ってて、それは非常に大きいんだけれども、と同時にヘーゲルは自己意識論っていうモデルを取った時にその市民社会を労働生産論で捉えようとした。で労働生産論って何かっていうと対象化論なんです。で疎外論だろう。
でもここが僕はヘーゲルの限界だったと思う。でそれに対してそれを逆立させるマルクスのポイントになったのは非対称化論なんですよ。非対称性なんですよ。マルクスが発見しようとしたのは、ヘーゲル的な意味の対称化の論理ではなくて、むしろ非対称性なんですよ。対称性離脱の論理で。対象化じゃない。対象化じゃないということ。だから労働生産っていう文脈でいく限りは絶対に物事をね対象化論でしか見られない。主体があって客体を対象化するっていう。だから主体客体モデルなんだよ。でマルクスはここを克服しようとした。つまり主体ヘーゲルの中に依然として残っている主体客体モデルからどう離脱するか。ということはそれは非対象化論にならなきゃいけない。だからヘーゲルだけど対象化してる自己意識と同時にそれをもう一回取り戻すと疎外論になるでしょ。だからこのモデルをどうやって離脱するか否定するかっていうことはマルクスの要項から資本論に至るプロセスの中の最大のポイントだったわけです。つまり対象化の論理を離脱しなければ資本の問題っていうのを捉えられないっていうことを発見したっていうことはマルクスの最大の発見だった。交換から始まるっていう話になる。だから労働生産からではなく交換から始まる。労働生産は交換の効果っていうか自己的な結果に過ぎないっていうね。交換が労働生産を生み出すんだっていうそういう順序の逆転が生じたわけでしょマルクスの中で。でそれは非対称化の論理でしか語れないわけです。非実体論でしか語れない。あるいは同一化の論理でも語れる。つまり非対称化っていうのは非同一化なわけだし非実体化なわけだしでそれをどうやって発見するかっていうプロセスが一番生々しく現れてるのはやっぱり一つは要項の第一巻だと要項第一巻の資本の章のところの議論だと思う。だからそこでさらに言えば剰余価値学説史で要するにあれをずっとやることの中で価値形態論へと至るつまり価値から対称性ってものを剥奪する論理っていうのをどうやって見出すのかっていうことの苦闘のプロセスっていうのは僕は剰余価値学説史だと思う。すごい要するに主体にまさに亀裂が入るこれになるわけですよ。なんかそういう意味じゃマルクスもなんか羅漢をなんか読んでから読まないとそうだからマルクスも実は羅漢をいやだからそれがねそれがやっぱり僕はアルチュセールの意味だとマルクスの20世紀におけるマルクス再読におけるアルチュセールの意味でアルチュセールの論理ってのはある部分で言えば完全に羅漢と重なるわけですよ。羅漢の持つ理論的意味とね少なくともマルクスの読み方っていうことに関してほぼ重なる。でだからやっぱりラカン・アルチセールのラインを通してやっぱりマルクスを読むっていうことが一つ必要になってくるだろう。でねもう一人ね実はまだちゃんと検討してないんだけれどもう一人補助線として非常に重要な思想家がいるんですねマルクスの読み方で、ね。それがミシェル・アンリっていう思想家なのね。ここ数十年のマルクス研究の中で多分アルスセールと並ぶ重要な意味を持っているのがやっぱりミシェル・アンリのマルクス論だと思う。ミシェル・アンリもともと現象学から来てる人なんだけれどもある時点から現象学を離れて非常に独自な議論をやってる人ね。でねアンリの一番ポイントになるのはセルフアフェクションっていう概念です。英語で言えばね自己触発とだから自分の中に自己の自己に対する触発アフェクトっていうものから存在の霊気が起きるとこの辺りの議論はちょっとねレヴィナスなんかとも重なる議論で実際アンリの議論っていうのは多分レヴィナスの問題とつまりね存在の中にある種の触発が起きるってそこに亀裂が入るってことなわけです。つまり同一性の中に触発するものと触発されるもののズレが生じるわけですよ。そのズレが根源的な存在霊気のエネルギーになるんだっていう考え方でこれをきちんと認めるっていうことが有物論の意味マルクスの有物論の意味になる。でねこの議論はある部分で吉本さんのカール・マルクスの議論と重なると思うね自然哲学のつまり自然自体が創造するっていうか自然自体の霊気っていうね霊気って霊の気持ちの気ねそう少霊の霊のこれです霊気
礼記これですね。礼記ってなんだろうこれ、多分ドイツ語の言語があるはずだと思うんだけど、なんだろうな。こんな感じかな。やつい違うかな。やつい文が単なる算出だな。まあいいや、なんでも。なんか要するにガンと出てくるそうそうそう力みたいな、ね、力、エネルギーっていうのはね、はいはいはい霊気って言葉を含んでない一つはエネルギーなんです。力なんですよ。だからそのさっきはもうちょっと話があちこち行くんだけど、羅漢の問題でもう一つさっきから言ってる議論と並んだようなのは、そのズレっていうことの向こうから見えてくる力の問題ね、フォースの問題があるんで、だからその力の問題と非実体性っていうか非対称性というのをつなげて、どこでつなげて議論するかっていう、実は今ちょっと書いてる論文の中でもその問題が一つ一番大きな、力と非対称性の、非対称性って非対称化っていう意味ですか、それともそういう字ですか。非対称性であり非対称化でありね。つまり対称化ってのは客体というね、形の中へ力を押し込めることなわけでしょ。で非対称性っていうのは力がその客体化されない、客体という形の中に収められない、力が力としてそのままありのままに噴出している状況を言うわけで、逆に言えばその非対称化っていうのはその力が力としてその客体化されることなくね、あるこう形の枠組みの中に押し込まれることなく、あるがままに噴出する状態と導くことが非対称化になる。その自然哲学の、まあ、吉本さんのはい入ってくる自然哲学の要するに非有機的身体と有機的身体、あれも要するにその考え方でやらないと対象化の過程で考えちゃいけない、考えちゃいけないってことで、そういう要ことすです。まあ、エピクトスとかあれですけど、要するにもっとこう、対象にならない、要するにそのだから対象にならないものの力の瞬動っていうかね、だからみたいなまみれてる中にそうこうなってる感じで、だから決して対象ができるもんじゃない。一見するとアンリのマルクス論の中から出てくる今言ったね、霊気、自己霊気みたいなセルフアクションの考え方とアリステル・ラカンのラインでのね、読み方っていうのはちょっとこうかけ離れてるように見えるんだけど、実はマルクスの読み方としてそれは一つになるはずだと、あるいはなり得なければいけない。でそれはそのまま吉本さんの読み方の問題にもつながるという。生命的とはいかないとはちょっとまた違うんですね、力みたいな。だからまあもう一つ吉本さんの中でその三木茂雄さんなんかのね議論へとつながるこのライン、つまりアフリカ的なものへつながるそのラインを今度はどうやって位置づけるのか、ちょっと形として問題としては残るわけだけれども、でもそれもねどうでしょう、アフリカ的なものも非対称性っていうふうに考えていけばね読めるような気はするような、するんだけれども。すみません、ちょっと今最近思いついてることをいろいろねあちこち飛びながらしたんだけれども、しかし吉本さんの前週がまた本箱が塞がるからなあんなの全くね本棚3つ分ぐらいが埋まるから、それはちょっと痛いな。ということですいません、なんか話はあれですけど、先月はどうも申し訳ありませんでした。なんとか無事に手術も終わりまして、病院というのは入院して手術を受けたりすると本当に自分が病人になるんだということやっぱりね、病院っていうのは病人を算出する場所なんだということはよく分かった。いや実際その病人になるんですよ。随分やっぱりね大したことないと思ってたんだけれども、やっぱり体力消耗するし、いつの間にか自分が病人の気分になってるっていう、どんどん気分が下がっていくよね。非対称じゃないわけですね。それで退院してからも1週間はね体が思うように動かなくて困ったんですよ。ね、こんなことができてないのかみたいなね。でももう大体、退院したのが3月4日だからもう20日ぐらい経ってますよね。3週間経って大体元に戻ってきたかなっていう。というわけでどうもありました。ということで、小柳木橋さんから来年度のあれも受けて、ご返事をしてちょっといい加減なことしか書けなくて、まだねちょっとあんまりゆとりがない時でなんですけれども、あらかじめちょっとお知らせしておくと、5月から第2期というかそれが始まるわけですけれども、ちょっとね切れ目
にもなるんで、5月から第3部から5月の2期目を始めようと思っています。したがって今月と来月は第2部の最後のところ3、4のところちょっと重なりますけどね、すでにやってるんだけれども、ここのところ改めて、特に漱石の問題に焦点を絞りながら特にそれから以降の漱石、それから心、道草、明暗という、最晩年、最晩年って言ってもね、漱石って49歳で死んでるんですよね。私はもうなんか漱石よりも15歳も長生きをしてしまったっていう。いや、ついでに言うと広松渉先生よりももう4つぐらい長生きしちゃってる。ああ、そうか。広松さん60歳だったから、やだねという。本当だね。本当にやだね。どうしてこういうのをいたずらにバレエを重ねるっていうんだろうなと思いつつ、でもその最晩年の漱石を中心に改めて第2部近代表室論2の3、4のところで今ちょっと考えてるのは、今日ちょっと鴎外の問題ももう一回ちょっと触れておきたいと思ってます。鴎外と漱石、明治末大正初期の鴎外と漱石の文学の持つ意味というのをちょっともう一回考えてみたいと。でそこから特に道草と明暗を中心にした、最高期の漱石文学の意味というものを考える。で次回それに対して大正期にどういう新しい動きが出てきたかの一つの象徴としてその4のところに取り上げてありますけれども、佐藤春夫の「田園の憂鬱」、やっぱりねこれはいろいろな意味でやっぱり明治から大正へとそれはもちろん単なる年号の切り替わりでしかないって言えばそうなんだけれども、しかし例えばこの佐藤春夫の「田園の憂鬱」のような作品は明治期にはやっぱり出なかった作品じゃないかなと思う。でその意味では僕はそこで有島武雄の「会の末裔」も取り上げられているんだけれども、あえて言うとね、有島ならば僕は明治期の文学でもまだありえた。白樺っていう意味ではね、またこれも大正なんだけれども、でもね、明治から大正っていう時代の変わり方の中で文学のそれまで未知であった世界を開くっていう意味で重要な作品なのはやはりこの佐藤春夫の「田園の憂鬱」だったんではないかなっていう気がします。ちなみにこの「田園の憂鬱」の舞台ってご存知ですか？どなたか辺に住んでらっしゃる方いないかな？前高橋さん言われてて、そうか。もう言いましたっけ？ごめんなさい。この頃話に繰り返しが多くなったのにじじいになってしまったな。本発議に月に1回行ってるんですけど、辺やっぱり見て、ここだとか。そうですね。黒金っていうか鶴川から柿生のところですね。というふうなことでちょっと今月と来月をやりたいと思います。というところで。今日実はさっきちょっとお話ししたこととも実は絡むんですけどね、さっきも言いましたけども、ちょっとある論文を書いていてだんだん膨れ上がってて、本当にねいつになったら終わるんだろうという感じで、現在65万日まで来たんだけれどもまだ終わらないね。どれぐらいになるか分かんないっていう、65万字だな。60何5万字？65万字？だ400日目に換算すると今1600枚ぐらい。またこんな本できんじゃやるんじゃない？あんなもん出してくれるとこあるかどうか分かんない。そのうち社会評論者の松田さんと相談しないといけないとは思ってるんだけど、いやそれでね、今ちょうどそれは中心になったのはさっき言ったアドルノっていう思想家の問題なんだけれども、でそれとの関連で今ちょっとヘーゲルをねもう一回読み直して、主としてアドルノの弟子だったハバマスというドイツの哲学者の近代の哲学的ディスクルスっていうのがあって、その中のヘーゲル論
中心に。でね、さっきもちょっと言いましたけどね、やっぱりヘーゲルっていう思想家の持っている最大の意味っていうのは、やっぱり近代市民社会を発見したってことだと思うんです。あるいは市民社会っていうものを本当の意味における哲学的思想的な主題にした、主題化したっていう。でこのヘーゲルの議論を通して市民社会とは何かっていうことが初めて我々の視野の中に入ってきたってことがね、ヘーゲルっていう思想家の持つ最大の意味だったんじゃないかなと。ところでそこでねちょっと思い出したのが、夏目漱石ロンドンへ留学してる最中にヘーゲル読んでるんですよね。で文学ノートの中に文学ノートじゃない文学論か、あれの中にヘーゲルのこと出てきますよね。そうでね、案外このことっていうのは重要な意味を持ってるんじゃないかなと。つまりあえて乱暴な形で結論を先取りして言うと、日本において市民社会っていうもの、市民社会っていうものの在り方っていうことを本当の意味で最初に思想化したっていうか、文学を通してだけれども浮かしたのが漱石だったんじゃないかっていう。でそれが最もよく表れている作品が道草であり明暗だったんではないかと。ただね、ちょっとこの後もう少し議論を分節化して言わなきゃいけないんだけれども、市民社会って何かっていう、ヘーゲルがどう扱ったかっていう問題とも絡んでくるんだけれども、ヘーゲルは市民社会を客観的になんていうのかな、客観的に認識しようとしたわけじゃないんだよね。そうではなくて、ここがヘーゲルの市民社会論の大事なポイントになると思うんだけど、ヘーゲルの市民社会論って同時に市民社会批判なんだ。そこはマルクスに正確に引き継がれている。じゃあなぜヘーゲルは市民社会を批判しなければいけなかったのか、あるいは批判するという回路を通してしか市民社会を認識し得なかったのか。でね、その問題がおそらく明治末の鴎外や漱石の文学の持ってる意味と重なり合うんじゃないかと思うんですね。つまり市民社会の認識というのは市民社会の批判でもあらねばならないっていう。じゃあその認識と批判の二重性っていうのが市民社会をめぐって生じてくるっていうところに、市民社会っていう存在の持つね、一つの思想的歴史的な意味があるんじゃないかと。いやそれ一体何なのか、まだね十分練り切れた議論ではないので大雑把な議論になってしまうと思うんですけれども、例えば市民社会ってものをどう言ったらいいんだろう、世俗化された社会というふうに考えるとすれば、市民社会の持ってる最大の意味っていうのは宗教からの解放なわけですよね。宗教の支配からの解放で、それはいろんな形で言うことができるんです。集団的なものから個人が自立すると、集団的なものの束縛から個人が解放され個人が自立するというようなこともそういうことの延長線上に出てくるだろうと。しかしおそらく市民社会っていうものについて考えて、今言った世俗化っていうこととも絡むんだけれども、じゃあ社会っていうものが事実として現れてくると、事実性として現れてくると、そんなの当たり前じゃないかっていう感じがするかもしれないけれども、僕は社会っていうものが事実性として現れてくるようになったのは市民社会においてであって、それ以前には社会っていうものは事実性としてそのまま現れてくるってことはありえなかったんではないか。それは具体的に言うとどう言ったらいいかな、例えば
市民社会以前の共同体社会においては経済行為っていうのは事実した形では存在してないですね。つまり事実としては存在していなかった。経済行為っていうのは、何らかの例えば王権の支配システムであるとか、それからさっき言った宗教の問題であるとか、そういうものと必ず結びついた形で存在していたわけですね。でも市民社会に立って初めてさっき言った世俗化っていうこととも絡むわけだけども、経済なら経済っていうものは一つの事実したカテゴリーとして、事実としてまさに出てきたと、事実性のカテゴリーとして出てきたと。で個人って存在もそうですよね。個人って存在も市民社会に至って初めて事実性として現れてくる。でね、ここからちょっと文学の話に強引に結びつけていきたいんだけれども、そうした市民社会の在り方、事実性が社会的なものと結びついて、表に出てくる。ここで言う社会的なものっていうのも実は非常に重要っていうか難しいんですけどね。社会的なものって何なのかっていう、ソーシャルっていうことが。ただ今あえてその辺りを少し単純化して文学に特に引きつけて言うと、多分市民社会のそうした社会なり個人なりっていうのは事実性としてそのままありのままに見えてくるっていうことに対応しているのは自然主義だったと思う。だからある意味では近代市民社会っていうか市民社会の文学に最もふさわしいあり方っていうのは自然主義文学だったろうと。あるいはもうちょっと広く言えば社会主義文学、社会主義っていうかリアリズムって言ってもいいのかもしれない。例えばイギリスで言えばチャールズ・ディッケンズですかね。ディッケンズの文学であり、フランスで言えばもちろんエミール・ゾラ、バルザックからゾラへと至る系譜ということになる。日本の文学でももちろん自然主義はすでにねもう検討して、日本における自然主義は国木田独歩から始まるというふうに考えていいんだろうと。で自然主義においてはさっきも言ったように文学は事実性っていうことと非常に強く結びついているわけですね。でこのことを吉本さんの言語にとって美とは何かの議論に引きつけていくと、事実性っていうのは要するに文学における詩意性の問題につながるわけですね。詩意表出の側面、詩意性の側面というものにつながっていく。つまり市民社会の文学がもし自然主義文学であるとすれば、それはその文学というものが市民社会の事実性というものに規定される形で著しく詩意性の側へとね傾斜する形で、その表出空間が形成されていくということにつながったはずだと。例えば日本の明治期の文学に即しているその詩意性の問題っていうのは前にもお話ししましたけれども、文明開化によって新たに現れてきたさまざまな事物、その新しさというかそういうものに言えばその文学が引き寄せられていくっていう形である。でこれの典型的な一番初期の典型的な現れが例えば金垣路文の「あぐら鍋」であったり、あるいは坪内逍遙の東西書生かたぎであったり、権威者の文学だって基本的にはそういう流れの中で、だから明治の初期から30年代40年代大体日露戦争に至るまでの時期の日本によって文明開化を推し進められ、日本の中に市民社会の原型が形作られていく中で自然主義文学というものが隆盛を極めていく、あるいは自然主義文学の登場っていうところへと帰結していく明治文学の流れというものを一言で言えば、これはやはり文学における詩事意識、詩意性の詩意表出意識というものの側面の広がり、多様化、拡大と。でそれは同時に江戸期までの伝統的な文学が作り上げてきた枠組み
ちょっとねそれで思い出したの柳田国夫が彼は明治に入って、新体詩を書いてた時期があるわけね。彼文学者田山硬いとかなんかとも親しかったで詩を書いてた時期。ところがね友人たちにも柳田の新体詩っていうのは非常にこう新鮮な叙情性をたたえたいい詩であるというふうに評価をされていた。ところがねじゃあ柳田はどういうふうにそこのところで詩を書くとき意識していたのかっていうことについてちょっと面白い証言がある。それは何かっていうと柳田は私の詩を書く時の基本的なスタイルっていうのは題詠だって言ってる。題詠っていうのはこういう字書く。題詠。題詠ってどうでしょうお分かりになりますかね。ね、岩井さんは国語の先生だから。分かってもらえる。そうそう和歌の中で題を与えられるわけですね。そうするとその題にふさわしいだからその事実は関係なしにその場そのもの例えば恋叶わぬ恋とかっていう題を与えられたそれにこうマッチするような和歌をね、だから愛見ての後の思いに比べれば昔はものを思わざりけりなんてああいうのもおそらく題詠だったと思うんですよ。本当に自分がそう真実を思っていて言ってるわけではないと。で柳田はね自分が詩を書くときは基本的にこの題詠に基づいて書いてたと。だから自分の実感なんか全然なかったんだと。でこれが近代以前のね日本の文学の表出の構造を支えていたもんだったと思うんですよ。だからこの題詠って言い方の中には近代以前の日本の文学の伝統っていうものを考える上で非常に重要なねヒントが隠されてるんだと思う。でとりあえずこの言語にとって美とは何かの方で言うとこの題詠はおそらくある種の文学体の水準と結びついていたはずなんですね。そうするとさっきの話に戻ります。市民社会というものが形成されていく近代においてね市民社会が形成されでそこにおいてある種の事実性というものが成立をしそれに対応する形で自然主義文学というものが登場してくると。それは具体的に言うとこれが解体するわけですね。この題詠のこういう秩序っていうのの解体になっている。じゃあ解体した結果何が見えてくるか。とりあえずこの非常に話を単純化します。でその結果としてこの題詠に結びついた文学体のスタイルっていうものがあるいは方法みたいなものが崩れてしまった後出てくるのはこの見えてきた事実性そのものの水準にちょうど対応する表現あるいは表出の構造でなければいけない。でそれはこの事実性につくことでそれはとりあえず文学的には描写ということだと思います。で描写こそがその自然主義文学のあるいはもうちょっと開けるリアリズム文学の最大の武器だったわけです。なるほど。でしばしばこの描写そうした事実性につくこととしての描写は例えばゾラなんかの場合で言うとそのある種の科学性みたいなものにもつながっているわけですね。実証性っていうか科学性というかだからエミル・ゾラのルーゴン・マッカール総称なんかの場合にある種の文学の科学化みたいなねサイエンス化みたいな
まあ、日本の場合そこまで徹底した形でゾラのような形で徹底した自然主義へ向かった作家っていうのは残念ながらいなかった、まあ、おそらくもうちょっと長生きして自分の方法を詰めることができたとすれば双葉亭がねそういう文学をおそらく目指したろうと思うんだけども、双葉亭は結局挫折しちゃったわけですね。まあ早く亡くなったということも含め、ただそういうものとして自然主義文学っていうものを考えることができるだろう。でさっき言ったようにこの問題は一つは詩事性ということであり、そしてもう一つはここで成立していたような文学体というものが解体したということだと。解体した。じゃあその後何が出てくるかっていうと、まあ和体が出てきたんだと吉本さん的に言えば言いたいところなんだけども、必ずしもそうではなくて、これは和体と単純化することはできない。でここで前にもちょっと言った原文一致運動の問題が出てくるわけですね。まあ、むしろ僕はここではこの文学体の解体の結果出てきたのが原文一致への思考だったということだと思います。だからこれはいまだにちょっとね、僕はこの言語にとって美とは何かの議論の中における文学体と和体のね区別の議論と重ねた時に、原文一致というのが吉本さんの言う和体と重なるのかどうかっていうのはちょっとねよく分からないところがあるんです、正直言ってね。どうも和体イコール原文一致っていうふうにはならないのかなっていうふうにも思うんだけれども、まあただとにかくこうした形で近代前の例えば柳田が言うようなね大英というふうな意識によって束縛されて成立したある種の文学体の水準というものがその市民社会に対応する自然主義文学の例えば描写というようなものを追求していくスタイルの中で解体していったことは間違いないだろう。でその結果としてとりあえずは原文一致というものが出てきた。そこまで明確ですよね、事実性ということですね。でそれ全体が繰り返しになるけれども詩事性というラインを中心に動いていたと。さあここまでが前段の話になるわけだけれども、じゃあ市民社会ってものをありのままに事実性として描くだけで市民社会っていうものの本質っていうのが見えてくるのか。でここはヘーゲル哲学の意味の問題にもねつながってくるんだけれども、ヘーゲルはそうじゃないと考えたわけ。実はヘーゲルが考えたポイントというのは市民社会にはものすごい重大な欠陥があるっていうか問題があると。でそれは一言で言えば何て言ったらいいんだろう。市民社会っていうのはその中で生きていれば生きているほど人間が自分の本質を失ってしまうような社会、あるいは社会的なもの、市民社会という意味において社会的なものが登場してくると社会的なものがどんどん拡大していくということは、人間が自分の本質をどんどん失っていくという、極めてネガティブな事態を伴った、事実というか状況というものと市民社会が結びついている。ヘーゲルはこのことを発見したわけですね。でちょっとねここで少しやや脱線的な話を少しだけ補足しておくと、カントとヘーゲルっていう2人の哲学者を対比した時に、カントは主観性の哲学っていうものを完成させたわけですね、徹底的にね。でねその時にねカントがカントの主観性の哲学、超越論的主観性の哲学を構築する上で基盤っていうかモデルにしていたのは、僕は法的な主体だったと。法の主体であった。
法の主体っていうのは何かっていうと、一人前の責任能力を持った自立した主体という、法的な主体であるためには責任能力がなきゃいけないわけだ。つまり裁判を起こしたり、あるいは裁判の結果に従ったりという、少なくとも裁判という場において法と直に向き合う資格を持っている。だから逆に言えばそういう能力を持たない、例えば子供であるとか、病人であるとか、そういうものは法的主体になれないわけ。でだからカントがこの法的主体に求めた最大の条件っていうのはオートノミー、自立ということなのね。こっちの自立ですね。でさっきの話にちょっと強引につなげると、例えば自然主義文学が持っていた市民社会の自立性との対応というところで考えられている思考構造っていうのは基本的にカント的だと僕は思います。つまりカント的な自立性っていうか、カント的な主体の自立性というものがある種前提にされているっていうか、そのまま受け入れられることによって可能になっているのは、例えば自然主義文学のような世界であるところがね、ヘーゲルは違うんですよ。ヘーゲルの僕は一番独創的だったところは、このカント的な法的主体というものに基づいて主観性を考えるっていうモデルから離脱したことだと思う。じゃあその代わりに市民社会っていうものを考える上でヘーゲルがモデルにしたのは何かっていうと経済主体なんだ。さっきの話につながるんだけど、労働生産主体なんだ。じゃあ労働し生産する主体っていうのは市民社会の中でどういう運命を被るかっていうと、そこでヘーゲルがもうすでに若い20代のイエーナ時代に書いた精神哲学と呼ばれる草稿の中で言ってるのが、自己物化っていう、自分をものにするという、つまり労働し生産するということは、主体である自己というものが自己の本質というものを外にある客体というものへと移転させる。つまり自分の中にあるものを自分の外に出すことによって、その自分の本質が自分の外にある自分にとっては疎遠なもの、ドイツ語でフレムトっていう言葉、これ訳しにくい言葉なんだけど、異質であるとか疎遠であるとかっていうことを表す概念、それがフレムトっていう概念。つまり自分が自分に対してフレムトになるっていうことが労働し生産する主体の被る最も本質的な運命であるということをヘーゲルはこの自己物化っていう概念で考えたわけで、市民社会っていうのは必ず主体がこの自己物化の運命を被る社会である。つまりさっき言ったその自己社会の中で生きていれば生きているほど自分の本質を失わざるを得ないっていうことはそういうことなわけ。つまり自分の主体っていうものが自己と疎遠になる、フレムトになるという運命を誰しもが負わされている社会というのが市民社会である。でこれがヘーゲルの市民社会批判の出発点になるわけ。でもだからこそ関係が持てるわけでしょ。そうそう。だからヘーゲルはもちろんね、それを一般的に否定してるわけじゃない。ヘーゲルでもう一つこの自己物化っていう言葉と並んでいるのが作品っていう概念だ。自分が生きている証というのは作品を作ることの中にある。で自己物化ってのは別の意味をすると自分を外側に出して作品化するってことでもあるわけ。これは文学なんか考えれば一番わかるわけだよね。自分の中にあるものをコツコツと原稿用紙のマス目を埋めて書いていくとき、そこに作品が成立すると、そっくり自分の本質というものはその作品の側へ移転するわけです。移し替えられていく。これはある意味では自己実現でもある。表現ということの本質的な意味はそこにあるとも言えるわけだから自己物化っていうのはヘーゲルの中で一概に否定をされるわけではないんだけど、ただ
繰り返しになるけど、この僕はちょっと大げさに言うとヘーゲル哲学全体の最大のキーワードって言っていい言葉はこのフレムトっていう言葉。フレムトになる。ヘーゲルの阻害論と書いてある。阻害という言葉がね、こうなんです。フレムトね。阻害ってことはこのフレムトっていう言葉からできて、エントフレムトって実は造語なんですよ。ヘーゲルだったのかな、フランス語でアリエナシオンっていう言葉、これはルソーが使ってる、ジャンジャック・ルソーが社会契約論やなんかだけでも使って、社会契約論じゃないかな、人間不平等起源論だったかな、どっかで使ってるアリエナシオンで、アリエナシオンって譲渡するって意味なんですよ。譲り渡すと、自分でないものに対して譲り渡すっていうのを、そのフランス語でアリエっていう動詞で、それの名詞化がアリエナシオンで、このアリエナシオンってフランス語をドイツ語にどう訳すかっていうところで出てきた言葉がこのエントフレムト。エントっていうのは自分の外に出すってことなんです。で、自分の外に出して自分とは異質な疎遠なものになるってフレムトになる。自分の外に出して自分とは疎遠なものになるっていうことを表すのはこのエントフレムトということ。外貨って言葉とも外貨はね、外貨はエントオイセルムっていうのが外貨っていう、これが阻害ですよ。で、これが外貨。ついでにそこで出てきたからもう一つ言うと、こういう言葉なんですね。これはゲーゲンシュテントリヒュムっていう。これが対象化。で、基本的にこの対象化と外化と阻害というのはヘーゲルの中で一つながりの言葉だというふうに考えていい。つまり市民社会っていうものが我々の生存様式に強いる最大の運命というのはこのフェアゲーゲンシュテントリヒュム対象化、エントオイセルング外化、そしてエントフレムドゥング阻害。こういう形で自分の本質というものが自分にとってフレムトなものになる、異質なものになっていく、疎遠なものになるっていう、そういう形で主体の中にある種のねじれっていうか亀裂が入る。でもこれカントのような法的主体が持っている自立のね、自立オートノミーによって支えられているこういう一つのまとまった主体じゃもうないわけですよ。主体の中にフレムトなものが、亀裂がもう刻み込まれてしまっている。で、もう一つ言うと、こういったものが実現している状態のことをヘーゲルは実定性っていうふうに言うね。なんかドイツ語の授業みたいになっちゃって申し訳ないですけど、ポジティビテートっていうことです。ポジティブっていうこと。ポジティブってなんか積極的とか肯定的って意味があるんだけど、ヘーゲルの中のポジティビテートっていうのは自分の本質が失われてしまっている状態、つまり自分が自分に対してフレムトな状態になってしまっている、そういう社会の在り方、あるいは時代状況の在り方、それを表すのはポジティビテートっていう実定性っていう概念で、市民社会っていうのは実定性なんだと。市民社会っていうのは人間に対して実定性を強いる社会なんだ。これがさっき言った市民社会の認識がそのまま市民社会の批判につながるというヘーゲルの独特な市民社会論の一つのポイントになるところだと言っていいと思う。で、なんでこんな話をしたかっていうと、ここでまた強引に少し文学の話へね戻したいんですけれども、こうした市民社会批判というのは文学においてどこへ向かうかっていうとロマン主義に向かうわけです。ロマン派に。ロマン主義運動っていうのは文学における最初の市民社会批判運動なわけです。そして文学的に見ると、特に日本の場合ね、日本の場合明治期の文学でいうと、この市民社会批判
としてのロマン主義の文学、ロマン主義運動、ロマン派の文学というのは、これ端的に自然主義文学に対する批判として、アンチとして出てくるわけです。それが前にもお話ししましたけども、明治期における明星派の意味になるわけです。明星派っていうのは、要するに明治期における最初の反自然主義文学運動であり、非常に広い意味でのこのロマン派とかロマン主義っていうと本当に難しいんで、じゃあ明星派ロマン主義なのかって言われるとなかなかね、そうとも言い切れない部分があるわけですね。でもね、明らかに反自然主義であることは間違いない、明星派。さあそこでじゃあ明星派があの時期明治30年代から40年代に出てきた非常に大きなきっかけっていうか、あるいはその後押し、明星派っていうものの形成の後押し、反自然主義的なその拡大されてはさっき言った市民社会批判というふうな意味合いも含めたロマン主義としての明星派が出てくる一つの大きな後押しっていうかきっかけになったのが森鴎外なわけです。鴎外の文学であった。じゃあその背景に何があるのかっていうことをちょっと考えていただくために、今日は鴎外が明治44年だったかな、明治44年、本当に明治の終わりですねに書いた妄想という、僕は鴎外の中で最も重要な作品一つだけ挙げるとすると、この妄想じゃないかなとずっと思ってます。それでこの妄想っていう作品が僕は重要だと思うのは、ここの中に鴎外が西洋文明との出会いというもの、つまり市民社会の現実というものを体現するものとしての西洋文明、あるいは西洋社会というものと、出会ったことの意味というものについて非常に赤裸々にっていうもう非常に深くえぐる形で書いているっていうことだと思うんですね。でちょっとですね、一番あれなのは、その87ページの下の段ですね、下の段の3行目の段落のところ、生まれてから今日まで自分は何をしているか、始終何者かに鞭打たれ駆られているように学問ということにアクセスしている。でこれは自分にある働きができるように自分を仕上げるのだと思っている。その目的は幾分か達せられるかもしれない。しかし自分のしていることは役者が舞台へ出てある役を務めているに過ぎないように感じられる。その務めている役の背後に別に何者かが存在していなくてはならないように感じられる。鞭打たれ駆られてばかりいるためにその何者かが覚醒する暇がないように感じられる。この僕は認識というのは大変重要じゃないかと。つまり現実の社会の中で自分が仕事をすることがある役を演じさせられていることである。でその役の背後にはその役に演じることによって形作られている私とは別な私があるはずだと。この別な私と役を演じている私の間のズレというかね、分裂というものを鴎外がここではっきり意識しているということがとっても重要なことだと思う。さっきの言い方で言えば、役を演じている私っていうのはその社会の事実性の中にいる私なわけです。しかしその役を演じている役の背後に別に何者かが存在していなくてはならない。つまりその役を演じている私というものがフレムト、さっきの言い方でね、ヘーゲル的に言えばフレムトであるというふうに感じているもう一人の私というのが、この私の分裂、私というものの
なんて言ったらいいんだろう、相反、私の私に対する相反、自己の自己に対する相反。ちなみに言えばヘーゲルの場合でね、こういうふうな問題を考える時の、まあすでにカントからもすでに始まってるとは言えるわけだけど、こうした関係、こうした問題を考える一つの出発点になっているのは自己の自己に対する関係なわけですね。だからその見る自己と見られる自己、自己というものは二重化され、自己と自己の間にある種の反省関係というものがリフレクションが生じるということが出発点になるわけですね。じゃあなんでそういうものが出てくるかっていうと、さっきから言っているように市民社会というのは必然的にそうした自己の分裂というもの、二重化というもの、もっと言えば自分が自分に対して疎遠になる、フレムトであるというふうに感じざるを得ないような関係というものを強いる社会と。まあそれはヘーゲルに即してもあるいはマルクスに即しても言えることだと思うんだけど、市民社会っていうものは基本的には労働生産資本というラインを中心に動いている社会だからだということになると思う。つまり経済の事実性というものを中心に動く社会だ、そのことがフレームトであるということを強いる社会で、そのことにまさにこの妄想における外というのは気がついているということが僕はとってもここで重要なことだと思う。でちなみに次のページのところで88ページの下のところですね。まあ妄想の中で一番この作品の中で有名なくだりというのがそこでちょっと印つけてありますけれどもね、そんなら自我がなくなるということについて平気でいるのかというふうにそうではないというにそうではない。その自我というものがある間にそれをどんなものだとはっきり考えても見ずに知らずにそれをなくしてしまうのが口惜しい、残念である。漢学者の言う水星無視というような生涯を送ってしまうのが空虚である、残念である。それを口惜しい、残念だと思うと同時に痛切に心の空虚を感ずる。何ともかとも言われない寂しさを覚えると。これはもう一つ、これは日本の状況で、さっき言った問題ではこの大英、この世界へじゃあ帰ることによって市民社会批判があり得るかというと、そうではもうないわけです。ここへ帰ることもできなければ市民社会の社会としての実践のレベルへつくということも今言ったらこのフレームトである。そこに帰ってはダメなの？ロマンスみたいにならない。だからそれをここで言われているように水星無視になっちゃうわけですよ。これは考えることにならないわけ。だからあくまで市民社会の内部でね考えなければいけないと。ただこれは言語にとって人は何かの吉本さんの鴎外の評価にもなるわけだけれども、鴎外は結局市民社会そのものについて考えることからは逃げる、自然の中に逃げるわけだ。ある意味では自然にここへ帰ったっていう意味合いがないわけではない。ちょっと違う、自然の意味っていうのは自然の意味っていうのはこれは本当に難しくってまだ僕もよく分かんないところがある。もう経過してからこう行くってことね、そうですね。ただ重要なのはこの妄想のような、それから妄想に類する作品っていくつかこの時期書いてるわけですね。かのようにもそうだし、それから不信中もそうですね。それからそうだ、この3作ですかね。妄想、かのように、不信中というこの3作を書いたことの意味というのはすごく僕は重要だと思ってる、鴎外にとっては。でその上でしかしじゃあその先に鴎外は市民社会そのものの中へ切り込んでいったかっていうとやはりそうとは言えない。やっぱり自然へ行ったわけです。で僕は鴎外の自然は日本の近代文学最高の達成の一つであるというふうには思ってます。渋谷中佐にしてもね、北条家庭にしても。
伊沢蘭家にしてもね、まあ、これは早くから津に行っていたのは石川淳だったわけだけど、石川淳は森鴎外の自然の世界こそ近代日本文学の最高峰であるというふうに評価をしている。それはすごくよくわかるんだけれども、ただやはり妄想やかのようにといったような作品の先にあり得たかもしれない市民社会そのものとの本格的な格闘という日本のね、あるいはもうちょっと広く言えば文明開化そのものと、日本の場合簡単に市民社会って言ってしまえないのは、その文明開化のプロセスの中で西洋文明というものや西洋の市民社会モデルというものに追いつけ追い越せっていう形で言ってた、まさに鴎外の言葉で不信中の状況であるっていうことを踏まえて考えなければいけないわけだけれども、しかしその鴎外の中ではその不信中、文明開化という不信中の最中であるにもかかわらずすでに市民社会に対する批判のね意識、フレームというものへの自覚というのが芽生えているっていうことがとっても重要で、でね、そのことは文学的に言うと西洋の方で言えば、ヨーロッパの方で言えばロマン派の運動はご承知のように19世紀の初めにもう出てきてるわけですね。一番早いのはドイツのロマン派運動で、一番早くはドイツだったわけだけれども、ドイツはもうすでに19世紀の最初期、シュレーゲル兄弟やノバーリスといったような人たちと共に出てきてるわけだけれども、日本にロマン主義の問題を改めて、特に鴎外を経由して言うとすると、その妄想の89ページの上の段の終わりの段落のあたり、自分はこの結論を見て頭を振った。作名打破。ここでハルトマンっていう名前が出てくるのは、これは鴎外がドイツ留学中に非常によく読んだエドワルト・ハルトマンっていう哲学者ね。ただそのエドワルト・ハルトマンそのものよりも僕が注目したいのは、その89ページの上の段の終わり4行目から下に行くところで2人の名前が出てるわけですね。ハルトマンとなんでスティルナー、マクス・シュテルナーの名前と、それからアルトゥア・ショーペンハウアーの名前が出てる。でスティルナーはご存知で、例のマルクスのドイツイデオロギーの聖マックスのことですね。ただ僕はスティルナーの「唯一者とその所有」という本はヨーロッパ世紀末っていうかな、19世紀後半のヨーロッパの思想のこう流れっていうものの焦点になるニーチェの直接の先駆者が僕はスティルナーだったと思う。でそれはもちろんショーペンハウアーはもっと直接的にニーチェの出発点だ。でね、この時点でそういう思想に鴎外が非常に共感し注目してるってことがすごく重要なの。この時期こそスティルナーの問題とか、あるいはスティルナーを通してあるいはスティルナー、あるいはショーペンハウアーでそれを通して見えてきているニーチェ問題というところを、でこれがこの時点におけるさっき言った言い方ではロマン主義的な問題になるわけです。でそれは市民社会批判の問題になるんです。市民社会が抱えているフレームというようなものの先にどういう思想や文学がね可能なものとして出てくるのかっていうことを考えて、でこれまさにロマン派の問題なんですよ。でそれはヨーロッパの方へ実際に行くと19世紀の世紀末文学の問題になるわけね。象徴派の問題である。思想的に言えばショーペンハウアーやシュテルナーやニーチェの問題になるし、文学的に言うとボードレールやマラルムの問題、象徴派の問題になるし、あるいはオスカー・ワイルドでもいいかもしれない。で重要なのは鴎外がそういうものにここで非常に強い共感っていうかね、関心を示しているということ、このことの意味というものを考えなければいけない。ここが出発点なんですよ。でここではさっき言ったその解体の先に事実性つくことで描写っていうことで見えてきた自然主義文学のレベルに対応する文学と明らかに違うものが出てる。ポイントになるのは市民社会のフレームというもの、市民社会が人間に強いるフレームというものの意味、それは自己の分裂でありね、
社会と自己の間の齟齬であり、人間と人間が理解し合えない、人間と人間のつながりというものが実感し得ない。一言言えば、ヘーゲル的に言えば自己物化、つまり人間が物のように孤立したそれぞれのそのものと化していくということによって、その社会っていうものの中で、というよりも社会そのものが一種の荒涼とした廃墟のような世界になっていく。おそらく明治30年代40年代の頃、大多数の日本人はまだそういうことを意識してなかったと思う。文学者も含めて。しかしその中でまず鴎外がそのことをね意識したわけだ。でもうお分かりだと思うんですけれども、もう一人意識したのは、それを意識したのは漱石に他ならなかった。そして鴎外が自然に逃げたのとは対照的に、わずか10年余りではあったにせよ、その市民社会の強いるフレムトなものという問題に全身全霊をもって立ち向かい、その問題と格闘したのが漱石のそれから以降の作品の世界だったんではないかと。さあそこで言語にとって美とは何かの方へ戻りたいんですけれどね今日一番注目したいと思うのは、引用の27かな、谷崎の表現定理論だからあそこです、網走3のところですね、網走まで市政道草と題されたところの引用の27の、後のところ、少し後のところで、そうなんだな、ちょっとね、その引用の27のこの直後にあるこの徹底した和体への解体は自然主義文学運動の文体破壊の後で初めて可能であったという意味で、谷崎もまた家風と同様って、この言い方がね、なかなかさっき言ったその和体という言い方と言文一致っていうのは重なるのかどうかっていうような問題を含めて、なかなかこういう含みを持った言い回しではあるんだけれども、ちょっとこの問題はまた改めて考えてみたいと思います。で、今ちょっと取り上げたいのは、それから少し後のところで、私の考えではっていうところで鴎外の問題に触れるところがありますね。私の考えでは、興津弥五右衛門の遺書、大正元年、安倍一族大正2年に始まり、渋江仲裁、伊沢乱権などに至る鴎外の歴史小説は、表出史としては志賀直哉が網走までで、谷崎が市政で達成したものを超えられなかった。表出として見る限り、鴎外の作品の意味はここで終わったのであると。この妄想の文体ですね、妄想の文体と、例えば渋江仲裁の文体というものを比べたときに明らかに変わってる。この妄想の文体はある種の饒舌体って言ったらいいのかな。だから明らかに和体なんですよ。和体的な。で、和体的であるっていうことは社会的な事実性に対応する意味での支持性の強さっていうことだと思うんですよ。だから一つこの妄想の文章を読んでてね感じるのはおそらく特徴として出てくるのは言語そのまま引いていろんな言葉ドイツ語もフランス語も出てきて言語そのまま引いてますよね。今ちょっと見たところのディスイリージョンとかショーペンハウアーもあれですね、マックス・チューナーも言語で出てきている。でおそらくこれはある種の情報量の問題があるんだと思うんです。
外の中ではこの文章の中である種こう伝えたい情報っていうものが非常に多かった。で情報っていうのはもう言うまでもない神聖と結びついてるわけですね。でそういうその情報を伝えたいっていうところの哀れがこの言語をそのまま引くことであったり、ある種の饒舌な和体の文体というふうなものにつながっている。でもね、この要素っていうのはシベリ仲裁になると全部削ぎ落とされます。全部本当に削ぎ落とされる。ちょっとこれうまく読めるかな。シベリ仲裁のね冒頭をちょっとだけ読んでみます。37年一春のごとし、学位伝行白菜して、学祭伝行、これ何て読むんだ。才薄くして伸びず、栄枯窮達は天命に任せ、安楽は善に変えられず、貧を患おう。これはシベリ仲裁の実施の詩である。思うに天保12年の暮れに作ったものであろう。弘前の城主津軽行継の情婦の遺憾で当時禁獣詰めになっていた。しかし隠居好きにせられて、主に柳島にあった信行の官へと出資することになっていた。もうここではある種のなんていうのかな、完全にこう感情的な要素とかそういうものもこう削ぎ落として、まさに詩伝です。こういうところへと全部大貝は自分をこう鋳型にはめるようにして押し込んでいった。なぜそうしなければいけなかったのかっていう問題、ここのところをこういうふうに吉本さん言ってるわけでね。しかしこの歴史小説の過程はひとたび硬いコンクリートのような和体にまで加工し、ちょっとひとたび硬いコンクリートのような和体にまで加工し、そこに身を寄せた。多分このひとたび硬いコンクリートのような和体にまで加工し、そこに身を寄せたって言った時のこのコンクリートのような和体っていうのは今言ったような妄想のような作品の世界。ちょっとね、硬いコンクリートのようなっていう意味が少し分かりにくいとか。で独自な方法で文学体の方へ上昇しようとする道具に他ならなかった。ここに外の自伝体の独特な性格が現れる。でそれは阿部一族の長十郎や大塩平八郎のように封建的な道徳を絶対倫理の世界とする現実の中で放たれた自然的な人間または異端的な倫理の人間がどのようなきしみを受け、どのような内的意識を晒すかを和体の冷静な表出の中で追求して緊張した作物を成した。そうか、硬いコンクリートっていうのは、自伝に至る直前の歴史小説のことを言ってるんですね。確かにこの辺り高瀬舟にしてもそうだし、最後の一句三笑太夫といったような作品の中で、ただここで言われてるきしみというのがもちろん自伝の歴史の形をとってるんだけど、僕はさっき言ったように妄想のような作品を踏まえて言えば、ここできしみと吉本さんが言ってる問題はやっぱ大貝が感じたこのフレームというようなもの、市民社会のフレームというようなものに重ねて理解しなきゃいけないはずだというふうに思います。ただ大貝はそれを市民社会そのものを正面から、市民社会そのものと正面から取り組むという形ではなくて自然の世界へと行くことによって、あえて言えば少し問題を回避したっていう側面があることは事実だと思う。ただこの言い方ですね、シベリ仲裁の中で私の仲裁を知ったのは起源である。私は医者になって大学を出た。そして官吏になった。しかるに、若い時から文を作ることを好んでいたので、いつの間にやら文史の列に加えられることになった。その文章の題材を種々の周囲の状況のために、過去に求めるようになってから、私は徳川時代の事績を探った。そこで武漢を検する必要が生じたと書いているのは、この種々の周囲の状況は外に与えたメタフィジークがその和体連環の方法よりもはるかに重要である。
でこのメタフィジークって、形而上学っていう言葉だけれども、ここで言ってるのは要するに思想の問題だってことですよね。でこの思想の問題を強いる、市民社会によって思想の問題を強いているものは、さっきヘーゲルに即して言ったように、市民社会が必ずその存在にフレムトなものを強いる、つまり分裂を強いるわけです。自分の自己の内部における齟齬というもの、ズレというもの、亀裂というもの、そういうものを必ず強いるということ。それがここでいうメタフィジークっていうことの意味であり、起源であると言っていいと思います。で、種子の周囲の状況っていう言葉に、棒線が引かれているわけだけれども、これは言うまでもなく電気的に言えば外が、官僚として、陸軍軍医総監という最高の地位まで上り詰め、さらには奈良帝室博物館の館長だったかなという、おそらく望みうる最高の管理としての官僚としてのポストにまで行きつつ、しかしそのことに対して絶えず、さっき言ったようにフレムトなもの、それは自分が役を演じているに過ぎないと、本当の自分はどっか別のところにあるはずだという意識抜きには、そうした管理としての生活がありえなかった。で、人間関係で言えば、おそらく外にとって最も恩人であり、最も恩恵を受けた存在であるにもかかわらず、外が一番身の毛がよだつほど嫌いだった人間との関係と。で、それは山形有朋との関係なの。山形有朋抜きには外の出世ってのは、管理としての出世ってのはありえなかったことは間違いないにもかかわらず、外が最も生涯意味嫌っていた人間っていうのはおそらく山形有朋だと。でこういう、一種の面従深い、これもやっぱりフレムトっていうことの意味だと思うんですね。でそういうことを考えるっていうことが、ここで吉本さんが言ってるメタフィジークということの意味だと。和体連関の方法っていう、この和体連関って言ってるのが何なのか、これちょっとね、僕もよくわからないところがあるんだけれども、ちょっとそれはあるとして、で老教に入ってメタフィジカルな意味で周囲に気兼ねする文学者がいたらよほどの愚かなものであろう。世間的に種々の事情を考慮したかもしれない外もメタフィジカルな意味では虚飾を脱ぎ捨てて、もはや死の認識に向かって一路進む思想を自然の中に封じ込めたかったに違いない。でこれが四米仲裁に至る歴史小説の過程を和体から文学体へ上昇せしめているエトバスである。エトバスというのはドイツ語で何かってサムシングっていう意味ですけどね。で外の最後の作品っていうのは多分遺書なんですよね。で遺書の中で言ってるポイントっていうのは、自分は森外として死ぬんではないと。一回の津和野の出身であった森林太郎として死ぬと。だから墓にも絶対外って名前を入れてはいけないと。三鷹のなんていうお寺でしたっけ、あそこ下蓮社の善林寺、そうあそこのお墓にもね、森外の森林太郎の墓って確か入ってましたよね。でそこへ至るプロセスのことを今ここでは言ってんだと思う。でそこへ至る遺書の森林太郎として死ぬというところへ持っていくプロセスが自伝であったというふうに吉本さんはここで言ってるわけです。だからそれはさっきから何度も言うように、市民社会そのものと、つまり彼にそうした乖離っていうか分裂というかフレムトなものを強いた明治の市民社会、明治の社会というものと正面からぶつかるっていう道ではなかったことは確かだ。じゃあ別の言い方をすれば、外は絶対自分をさらけ出さなかった、自分の素顔を見せなかったっていうことだと思うね。
じゃあそれに対して漱石の方はどうだったのか、こう言ってるわけですね。このところある意味では言語にとって美とは何かの中でもこの後のこの下りというのはちょっと異様な部分で、ここは明らかに表出詩っていうね枠を超えちゃってますよね。前にちょっと取り上げた時もちょっと申し上げたと思うんです。で鴎外が詩伝小説によってたどった過程を漱石は彼岸まで後人心道草によってくぐったと。彼岸まで彼岸過ぎまでから心に至る作品は表出として網走までを出るものではない。漱石はここで日本の知識人としての全ての時代的問題を独自の仕方で表現したのだが、表出意識の転移として、網走までを超えたのは道草によって初めてであったと。多分道草以前の漱石の作品にはね、僕の考えでは2つ問題があったんだと思うんですね。で一つは例えばそれからのような作品に典型的なわけだけれども、そこに出てくる主体の自己というものについての描かれ方っていうのが非常にこう内部的なものでしかない。つまり他者との関係っていうものを持った形で自己というものが描かれていないんではないか。でそれが心なんかにおいても色体っていうね、色というモノローグの形で、つまり漱石の作品は少なくとも心あたりまで、それから心あたりまでっていうのは一貫してモノローグだったんではないか。他者っていうものを視野に入れた形で、他者との相互性っていうものを視野に入れたダイアログになっていないんではないか。で小説ってやっぱりダイアログじゃなきゃいけないっていうと、ちょっとまあこれはあれかな。そうじゃない、もちろん小説あるわけです。じゃあ漱石においてダイアログで、ダイアログが可能になることを通して実は漱石は初めて市民社会っていうものとね、さっきからの言い方ではヘーゲル的な意味で市民社会と向き合うことを初めて可能になったんだ。でそれが道草からだと。じゃあ道草で何がそれを可能にしたかっていうと、読んだ方はご存知だと思うんですが、あそこに出てくる島田という人物で、島田はあれですよね、漱石の実人生でいうと、漱石が子供の時養父に出されるわけですね、塩原家で。その塩原家の養父がモデルになってるわけですね。でこの島田は道草の主人公、道草の主人公なんだっけ、あんまり忘れちゃった。健三健三のところへしばしば来て金をねだるわけですね。非常に俗悪なくだらないというか、こういう人間は道草以前の漱石の小説には確か登場してきていないんだ。別の言い方をすれば、漱石にとって最もフレムトな存在である人間がこの島田に他ならない。そういう自分にとって漱石という漱石の自己にとってある意味では最もフレムトな存在を小説世界の中に取り込むということでね、これは一見すると詩意性の問題に見えながら詩意性の枠を超えていることなんじゃないかと思います。つまり自己というものとは異質な他者というものをその小説の中で、一種ポリフォニカルに、こういう言い方するとちょっとミハイル・バフチンの小説論みたいになるんだけれども、ポリフォニーね、一つの旋律ではなくて、つまり作者の自己というものに一番合致するようなアイデンティティを持った登場人物だけではなくて、むしろそれに対して徹底的に異質なフレムトなものとしての他者というものが、登場することによって小説の世界はポリフォニカルな複旋律的な世界、多旋律的な世界になっていくということが可能になる。
このことの意味が道草にあると思う。で繰り返しになるけど、これは指示性だけの問題じゃないと。むしろこれこそが文学体っていうか表出、文学的表出、自己表出の水準も含めた文学体のレベルにおける問題として考えられなければいけない。もちろん文体としては道草の文体はもうこれ原文一致の交互体で、その意味では和体なわけですけどね、和体ではあるんだけれども、しかしこれは紛れもなくここで成立する表出の水準っていうのは自己表出の水準のせり上がりも含めた意味での新しい表出水準というものを、そのフレムとな存在もポリフォニカルに表出空間の中へと取り込むことによって可能にしている。でこの小説でその島田っていう存在がフレムとな存在だとすれば、もう一つこれは明暗にもつながっていくし、それからの場合にもつながるけど、その女性との関係ですよね。道草明暗の場合は妻、それからの場合はむしろ恋人っていう段階になるかもしれない。だから心の場合だと不義、それからにも若干その問題があるような気がするけど、不義の問題。でそのことでこのフレムトっていうことから見えてくる問題とも重なるわけだけれども、どういうふうに言ったらいいのかな。漱石の特に道草から明暗へと至るこの晩年の文学作品の中である種のパラドックスって言ったらいいのかな、逆説みたいなのがねあるような気がするんですよ。でそれは何かっていうと、道草の建造、それから妻、それから明暗における津田とその津田の妻、みんなそうなわけだけども、それぞれがある意味では極めてさっきの言い方で言えばモノローグ的に自己を語っているだけだっていうか、自分の自己の世界に閉じこもってしまってそこを決して出ようとしない。でそのことによってお互いがお互いぶつかり合いながらどんどんこのフレムというのはズレっていうものを拡大させていく。ただそのことによってその道草から明暗の世界、そのことによってじゃあそのいたずらに個人個人が己の自己というものをエゴイスティックに追求し傷つけ合ってしまうっていうことだけをね、この道草と明暗の世界を描いてるかっていうとそうではなくて、そのことを漱石というこの作品を書いたね作者がいわば俯瞰をしているっていうとあれだけど、その二者関係の外側から見ている。この視点の意味ってのは何かっていうことがとっても僕は重要だと思う。もう随分前だけれどももう亡くなった京都大学の社会学の作田圭一さんっていう人が漱石について論じたのかな、確かそうだったと。だから漱石を考えるポイントになるのは三角関係だと。この問題は実は早くに1970年代の江藤淳が触れてはいるんだけれども、おそらく思想的な形で理論化した形でまとまって語ってのはこの作田さんの議論だったと思う。で確か作田さんはあの頃日本でもようやく紹介を始めたルネ・ジラールというフランスの
人類学者っていうか宗教学者というかその人はこの人の一番代表的な本というのは「暴力と聖なるもの」っていう確か本だったと思う。この中で欲望の三角形っていう人間の持つ欲望っていうのは必ず三者関係と三角関係というものをでじゃあそういう形でなぜ漱石が三角関係もし執着したとすればなぜ執着したのかっていう問題が浮かび上がってくるわけでそれが僕は今ね今日言いたかった漱石が市民社会っていう問題と正面から格闘した文学者であり思想家であったということの意味につながるんだけれども三角関係ってさっき言った問題につなげて言うと価値形態なんですよ。つまり二者間の商品関係の外側に貨幣っていう第三者が排出されるというだから貨幣っていう第三極と二者の商品交換関係この三角形の中に市民社会の本質っていうのは隠されてるわけです。だから二者間の交換関係ってのは無限に続くわけですよ。クレムトな者同士のね関係として無限に続いていく。しかしそこには実は隠された形で貨幣という第三極が働くと必ず貨幣と帰結する運動を含んでるわけです。だから現実として事実としては市民社会は無限に続く二者間関係交換のね関係ただ道草における賢三と妻の関係もそれから明暗における津田と妻の関係もそういう無限に続く二者間関係というものの一そこまでしかないことは確かなわけだ。しかし実はそこに隠された形で貨幣という第三極が働く。でこの貨幣がという第三極が働くことは何を意味するかっていうとそれがフレムトなものを生み出すね。つまり二極間の交換関係というものの外側に第三極が排出されると逆に第三極の側が二極間の無限に続く交換関係の中へ絶えず介入しね後ろ側からそれを操作するわけです操るわけですよ支配するこれもちょっと非常に乱暴な議論なんだけどこれ一番最初に気がついたのはヘーゲルであったことは間違いない。ヘーゲルが精神現象学の中の主としもべの弁証法っていう精神現象学の中の自己意識の章の中で論じている中でね主っていうのは自己というものを持っている存在でしもべというのはその自己を失って主に服従している関係だと。ところがある時点で主とこのしもべの関係が逆転すると。じゃあなんで逆転するのか。それは実は主の方は労働生産に関係することができないのに、しもべの方は労働生産に関係すると。でねある時読んでてふと思ったんです。これで主というのを今言ったね二者間の無限な交換関係でついている商品だと考えしもべの方を貨幣だと考えたら貨幣ってのは二者間の交換関係の補助手段として出てくるわけですよね最初はね。ところが一旦貨幣が成立してしまうと二者間の交換関係ってのはその貨幣の側から規定されてあたかも動いているように見えてくるわけです。逆立するわけです。逆転する。ああそうかこれがフレムトってことの意味なのかと。だから例えば道草の世界の中でこの賢三と妻あるいは島田たちの関係ってのはみんなそれぞれ自分の非常にこう思い込みの中でね二者間のさまざまな思い込みの中の関係で成立しているようにあるいは動いているように見える。でも本当にそうなのか。実はそこでみんな自分はこれが自己だと思っているものっていうのはこのフレムトなものの結果に過ぎないんじゃないかと。つまり漱石が見ようとしたのは二者間の交換関係の背後に貨幣的なものが必ず働いているんだと。でそのことによって実は自己というものがフレムトなものにならざるを得ない。
ということをでね、もう一回ちょっとこの言語にとって美とは何かに戻ると、こう言ってるわけですね。表出として見るとき、漱石の我が輩は猫であるから明暗至る道筋は一路緊張と上昇の連続であった。さっき2つあるって言ったけど、それでモノローグだと、心までのね、さっきの。でもう一つはペダントリーって言ったらいいかな。ペダンチック、弦楽的っていう、自分の知識をひけらかすと言ったらいいかな。でそれはその漱石の例えばユーモアとかっていうふうに言われてたものとか、そういうものともつながる、そういう要素はあったわけです。でもね、もう道草と明暗にはそういう要素も全部消えてます。非常にここで描かれてるのはやりきれないような卑俗な世界ですよ。しかもやりきれない卑俗な世界でみんな天然バラバラに自分の中に閉じこもってね、人を理解しようとしない。でも人を理解しようとしてないってことは、実は自分も理解していないっていうこと。自分たちが実は貨幣的なものによって動かされてにもかかわらず、自分で自分のね自己というものに立てこもってね、これが自己だと思い込みを、非常に強い思い込みを抱きながらお互いに傷つけ合いね、幻滅し齟齬を繰り返すというような世界なわけですよ。そこで貨幣的なものってどこにあるわけ？島だとぐじ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 お互いに思ってるわけですよね。でそこまでは二者関係がぐじぐじが妻とでもいいけども、金借りに来るやつ、その時にその第三極っていうのはどういうふうに思われてる？高橋さん。多分それ社会なんですよ。社会的なものなんですよ。だからね、なんて言ったらいいんだろう。それから道草明暗へ至る過程で、この登場人物って、あるいはそこにこう見えてくる一つのスタンスっていうのは、傍観者っていうスタンスだと思う。むちゃくちゃ、そうそう、だからね、なんかさっきから思いつきでいろいろこうあちこちずれてて、ちょっと矛盾してるような、矛盾したことを言ってるような気もするんだけれども、どう言ったらいいかな、その自分の思い込みで二者間の関係でね動いてるように見えながら、実はその思い込みの向こうにね、得体の知れない社会的なものが存在して、それによって実は動かされてるに過ぎないと。だから自分で動いてるっていうことは、その社会的なものによって動かされてることに過ぎないっていう、そういうズレみたいなものね。それはもちろんこうはっきりとした形で当事者この登場人物がそれぞれのありのままの意識の中でそれをはっきりと理解してるわけじゃない。でもね、至るところで僕が読んでいくと、その自己の思い込みによって動いている、自分の思いによって動いているつもりのことが、実は逆転した形で、逆立した形でね、社会的なものによって動かされている結果に過ぎないっていうこと、あるいはそのことで生じるフレームっていうようなもののこう不快さみたいなものって言ったらいいかな。あえて言えば不快っていう、何かそういうものの要素というのは道草から明暗の世界に非常に強く出てると思う、ね。すごい不快さはすごく感じるんだけど、それが社会的なものから来てるんだというふうには何で言えるのか。つまりそれは社会的なものだっていうふうに位置づけられればそうかなっていうふうに分かるけど、あの作品の中のこう、いやこんなやつと付き合えたかねみたいな感覚はあるわけですよ。でもそれがその向こうに社会的なあるがあるんだっていうふうになんで言えちゃうんだろうっていう。つまりお互いに齟齬があって勝手に自分との関係の中で思っててぶつかってちっとも物事は整理できないわけですよ。
じゃああえて言えば、じゃあなんでそういう齟齬をね、齟齬をきたすような関係の中でね、人間たちが動いていなければいけないのかっていう、この表出空間全体の意味の問題だって言ってもいいと。つまりね、だからこのすっぽり、いわばこの道草っていう作品全体をすっぽりと包んで、表出空間っていう入れ物のあり方を考えてみたら、この入れ物を意識しているのは漱石という表現主体なわけですよ。で、その表現主体としての漱石はこの彼ら登場人物たちがすっぽりとその中に包まれている表出空間を造形しているわけです。でこの表出空間はもちろんそこの中に登場する人物たちにはそれとはっきりした形で意識されているわけである。しかし明らかにそういう齟齬をきたす、あるいはそういう形で動かざるを得ないような表出空間の枠組みっていうものを作って作品を形成しているわけじゃないですか。で僕はその表出空間、漱石が作ってるいわば作中の登場人物にとってはメタレベルの枠組みとしてのこの表出空間そのものが社会的なものの表れだというふうに考えていいんじゃないか。こういう場を想定すること、こういう形で動いていく登場人物たちがね、動いていく世界の枠組みを想定し形作ることそのものの中に漱石のさっきから言ってるね、市民社会的なっていう言い方で言ってる社会的なものの認識のね、現れっていうものを見ることができるんじゃないかと。市民社会がそういう状態を作る、市民社会そのもの実的にはそういうものだってことですよね。そうね。そういうことです。だからさっき言ったように要するに自己が自己に重ならない。だから自己の中に分裂がきたす。で自己の自己に対する分裂というのは言うまでもまだ自己と他者のね分裂や齟齬ということにもつながって至るところでそのフレームというようなものがね働く形でしか人々が関係し得ない存在し得ない。だからそういう状況っていうかそれを非常にどう言ったらいいのかな、文学の表出のレベルの問題を含めてはっきりと正面から見据えたのはもう漱石が初めてだしおそらく漱石しかいないと言ってもいいのかもしれないね。でこの後対象期のさっき言った佐藤春夫の田園の憂鬱あるいは芥川のね作品でもそうだけどそうするともう漱石が格闘した地点を過ぎた向こう側の世界に今度はなるわけ。言えばこう自己物価が何の疑いもない自明的な世界そのものになっている。そのことを前提にしたような世界とでしかもさらにそれを逆転する形である種のヒューマニズムが出てくるわけですね。で大正期の文学者たちの最大の誤解の一つが漱石をヒューマニストとして理解したことだと僕は思ってるんだけど漱石はヒューマニストじゃない。市民社会の思想家っていうのは必ずアンチヒューマニズムにならざるを得ないんですよ。ヘーゲルにしてもそうだし。そうか、深いさそのものが一つの、そういう外貨というかそういう市民社会のありようを映してるんだということ、ね、だというふうに僕は考えたい。だからそれは津田の病気でもそうだし。市民社会のあれは経済の経済性の経済的な問題も当然条件としてあるわけですね。ありますね。市民社会ので経済的な社会です。じゃあ道草の場合も金の問題が出てくるしね。異様なほどに道草から明暗の中で漱石はお金の問題にこだわってます。これはすごく僕はやっぱりこの2つの作品を読む重要なポイントじゃないかと。よろしいですかね。はい。方法論の問題で文学体と和体のその概念的な区別をどうするかっていうことを吉本の作品に即して解釈で示したいんですけど、それいいかどうかっていうことをちょっと検討してほしいんですね。具体的にはどっかというと、これ単語で言いますとね、103ページの第5図の図、103ページのですね、第5図だと思うんですけど、第5図、ね、はい、それとですね、103ページ、文庫の場合なんですけどね、第5図。
ああそれね、はいはいはい。あともう一つですけど、第6図があって、文庫で言うと211ページなんですけど、第5図と6図をですね重ね合わせてみて、それで文学体と、はいはいはい。それで文学体とですね、話題との関係をですね、説明してみたいんですけど、ちょうど途中で195ページで文学体と話題に関する説明をやってるんですね。195ページ、文庫で言うと195ページ。章と節の名前を言ってもらえると一番ありがたいんだけどね。第4章の表現点理論の2の明治期の直前。あ、分かった。はい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 。明治期の直前の最後のパラグラフ。ここで文学体と話題とおよびそれに関する規定があってるんですね。ちょっとそこ一つ読みますね。はいはいはい。前からですね、1、2、3、4、6行目のところです。ある時代のある作品はっていうところですね。いいですかね。ちょっと高橋さんが言わないといけないから。はい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 。いいよ。ある時代のある作品は表紙として見ようとするといつも二重の構造を持っている。一つは文学体、一つは話題だ。どちらか一方は潜在的であっても、一つの表紙の体はもう一つの体を想定して成り立っている、と言ってるので、ここを基本にすると文学作品が必ず文学体と話題の二重構造によって構成されていると考えると。とするとですね、問題になるのは、ある文学作品が文学体であって、ある文学作品が話題であるというときに、その区別をどういう基準で行うのかということなんですね。それに関する解釈を出したいんですね。それはどういうことかというと、第5図、吉本の第5図、文庫でいうと103ページ。で、ここで、よろしいですかね、第5図。いいですよ。そこで、自意表出と自己表出で、言語表現という一つの図を書いてると思うんですね。で、この図とですね、第6図の文学体と話題の図をですね、重ね合わせてみる。とするとですね、どうなるかというと、文学作品は第5図に従いますとね、文学体でもない話題でもないようなどちらでもないそういった文学作品が成立していると、それはどこかというと、言語表現という第5図でいうと、言語表現と言われているようなそういう局面上の、そういう局面上の作品が文学体でもないし話題でもない、である作品が文学体であるためには、この言語表現の局面から自己表出が正出していって、そして意思表出はその言語表現の局面よりも小さくなる、そういう場合に文学作品は文学体である。で、文学作品が話題である場合は、この第5図の言語表現の局面から意思表出がせり出していって、そして自己表出はこの言語表現の局面が小さくなる、低くなる、こういう場合に文学作品は話題であるというふうに、一応文学作品が話題であるか文学体であるかの区別をこの第5と第6の重ね合わせによってできると思うんですけど、いかがでしょうか。それはもう僕ずっと喋ってきたことはそういうことなんじゃないの。でね、何を言いたかったかっていうと、それはいいよ、それはもうほとんど前提としてその通りなんだけれども、少なくとも明治40年代ぐらいまでの日本のこの明治期文学というものの傾向性をね、この吉本さんの表出史論にね、即してみたときに、焦点は実は詩事性の側にあるんだと、詩表出性の側にある、自己表出の方ではなくってね、詩表出の側、詩表出につながる言語の詩事性の拡大と多様化って言ったらいいかな。でそれを敷いたものが文明開化
近代化であった。今日言った言い方で言えば市民社会化であった。だから市民社会の問題がどんどんせり出してくるっていうことは、少なくとも第一段階においては言語の支持性の側がね無限に拡大していく、多様化していく。でそちらの側から明治40年代ぐらいまでの文学作品というものの評価っていうかね、読み取りのポイントを置かなければいけないと。だからとりあえずは自己表出性の問題はね、まあ置いておいていいっていうふうに言うのはちょっとあれだけれども、一応自己表出の問題はちょっと括弧に入れておいて、私表出の側の拡大と多様化っていうところに焦点を置きながら読んでいく必要がある。ただそれが大きく展開をするのが実は明治の終わりから大正の初めにかけて出てきたこの鴎外と漱石の2人の文学の意味だ。だから自己表出性、まあストレートに自己表出と私表出っていう形で対応させるのは少し難しい面があるんだけれども、まあ、むしろ新しい文学体の形成ということへと表出論的に言えばつながるような新しい文学体の表出、それを推し進めたのが鴎外と漱石の中におけるその日本の近代における市民社会の形成と確立で、そのことと文学がどう向き合うのかっていう問題と、そのところにそのことの中から、新たな文学体のね水準というものが、だからこの新たな文学体の水準はもう一つ言うと必ず和体をかいくぐらなければ出てこなかったものだと。で和体をかいくぐるっていうことはさっき言ったように支持性のね、支持性の拡大と多様化をかいくぐらなければ出てこなかったものだと。でそれは別な言い方をすれば自然主義の問題になるわけだからいずれにしてもその自然主義が出てきたことの意味というのが一つあると。明治30年代から40年代かという自然主義が出てきたということの意味が非常に大きなこととしてあるんだけれども、それを踏まえた上で今日の問題として一番言いたかったのは鴎外漱石によってその自然主義の支持性と自然主義が切り開いた支持性の多様化と拡大というレベルをもう一つ突き抜けようとする鴎外とね漱石の文学的達成で、これは新しい文学体を作るという。本当は今日もしねこれがもうちょっと広い意味の一般的な議論であると、これは紛れもある思想的な問題なんですよ。日本近代思想史の問題にもなるわけだけれど、そこのところにおけるその鴎外において鴎外においても潜在的に、そして最も顕在的かつ本質的な意味で行われたのは漱石においてあったわけだけれども、鴎外漱石における市民社会的なものとの格闘という、社会的なものとの格闘という、この問題を考えること抜きには、明治期におけるなんて言ったかな、新たな文学体の創造というものへと至る道はなかった。その意味ではやっぱり漱石とね鴎外の達成の持つ意味というものは改めて非常に大きなもんがあったということを我々確認しなきゃいけないんじゃないかということは今日僕がやっぱり言いたかったことであると。そうするとそれを踏まえるとこうですよね。文学作品の和体から文学体への移行という問題を、そこが明治期文学における。そうそれが最終的にだから江戸期文学体の解体の上に和体の多様性が出てくると。でそれの一つのピークが自然主義文学であったと。で今日の漱石鴎外はその自然主義文学の持つ和体の支持性の多様化と拡大の次のステップとして、そこからもう一回文学体がどう出てくるのか。でこのことを抜きにしてはこの後の現代表出論へとつながる道はないわけで、そこのところを今日はねぜひ確認をしておきたかった。でそれはその一番大きな問題はさっきも言ったようにね、道草においてポリフォニカルに、つまり自分の自己にとってフレムトな他者というものを含むポリフォニカルな表出空間というものを社会的なもののね契機を含む形で造形することに、ほとんど唯一漱石だけが、道草と明暗における漱石だけがほとんど唯一日本の近代文学の中で成功していると。
だからそれちょっと分かんないのは、そうしたら作家が上から見てね、もしくはそういう社会の枠を設定できたっていうのは、そうだろうと思うんだけれど、じゃあその、島田とあの親父かなんか知らないけど、そこの不愉快な関係がずっと続きますよね。でそういうものが、そこの中からさっき言ったからその交換の中から貨幣が抽出するような形で、そこの中でどうその第三極がね、生み出されたかというふうに最初聞いてたわけ。そうしたら高橋さんがそうじゃなくて枠が市民社会だって言われたでしょ。枠なんですよ。だから2人同士の島田と健三の関係そのものにね、見てる限りは彼らの中から市民社会なんて絶対見えてこないわけですよ。社会的なものも全然見えてこないわけですよ。ただ2人がエゴイスティックにね、まあ今までだから健三の方からは島田は悪人だと、で島田の方から見れば健三は世話してやったのにね、さっぱり恩返しもしないとんでもないやつだという傷つけ合いで、そういう関係が無限に終わらないまんま続いていくわけです。それがあるだけなわけでしょ。だからそこからは何にも見えてこないわけですよ。そういう関係の中から第三極が出てくるんではないの？ない違う。だってそこから何にも出てこないじゃないですか。何にも出てこない。不毛な二者関係が無限に続くだけでしょ。事実としては二者関係は無限に続く。じゃあそれを第三極と見るためには何かっていうと、その作者たちはある意味では傍観的にね見るメタレベルのね作者の視点が必要なわけですよ。だから、そういう時にはね、その市民社会という形が経済とか出てきて、そこでそういう市民社会であるというその存在の仕方が意識を要するに決定した形で彼らの意識に出てきてる。しかし彼らはそのことを自分では自覚しないわけです。存在の意識決定って自分では気づけない。そういう関係の中から出てくるから分かるんだけれど、外側に設定してそこに作者の視点っていうの入れちゃったらさ、そしたらなんだってそれって言えちゃうんじゃない？いやそんなことはないですよ。だってそれだったら誰でもやるはずでしょ。でも、なんでじゃあ逆に言うとそれに漱石しか成功してないんだろう。それに成功したのは漱石だけなわけですよ。あとそういうふうな形で社会的なものをね、つまりここで出てくるような不快なもの、無意識なね、登場人物にとっては無意識のレベルでしかないね、不快なものをこういう枠の中へ描くことによって、その日本の近代のね、あるいは日本の近代社会のね本質みたいなものへと届くような話を持ったのは、僕は漱石以外の作家誰も考えられないんだけれども、市民社会というものがそういう状態を市民社会で規定してる、強いてるってことだよね。強いてきてる。そうだから島田の意識を、健三の意識をね、津田の意識を、小林の意識を強いているもの、それは彼らが意識するものではないけれども、しかしもうそこで強いているものがあるっていうことを規定される。それは漱石だけが知っていることなんです。作者としてのね、漱石だけがね。何か重要なそのことは津田も健三も島田もね、彼ら自身が気づくことは絶対ありえないわけですよ。彼らは動かされてるだけなわけだから。ただそれをその作り物めいて動かしているだけだったら、我々はそれは一種の抽象ね、関連小説だと。だからもしかすると対極的な意味っていうことにもなるのかもしれないけど、道草明暗の先にある世界をあえて踏み出して描こうとしたのは埴谷豊の指令だけかな。埴谷豊の指令、これはおそらく漱石的な世界の対極にある世界ですね、最もラディカルな意味でね。でも埴谷の指令によってようやく日本の近代文学は道草明暗の地平を少し踏み出したんじゃないかな。どうですか？僕はそんなような気がするな。ただ恐ろしく関連的な小説でしょ。恐ろしく関連的に、いわば観念に人間の体を与えて動かしてるだけって言ってしまえば一番不毛な小説でもあるのかもしれないけど、それ前までは漱石の延長でしかないんじゃないかっていうかね。いや延長っていうのは漱石より後退してるでしょみんなね。いや
うん、難しいんだけれどもな、僕もちょっとそんなに全部ちゃんと読んでるわけじゃなくて、だからそこのところね、ちょっとね、その意味を含めて、そう、だからそれと村上春樹なんかにもね、ちょっと関係です。つながるところで、だからその出発点として、さっき言ったように佐藤春夫の田園の憂鬱をね、ちょっと検討してみたいんです。田園の憂鬱はいろんな意味で象徴的で。あとね、実はね、もう一つね、これはこの言語にとってみてはなんか外れちゃうからね、これはちょっとルール違反かなと思うんだけど、もう一つどうしてもね検討したい誘惑に駆られてる作品があるんですよ。和辻哲郎の孤児巡礼なので、これをねやっぱりちょっと読みたいなっていうのは、もし皆さんがそれでもいいよって言ってくださるんだったらね、和辻の孤児巡礼はいろんな意味で大正期の文学ってものを考えるときに一番不可欠なね存在っていうか文学作品ではないんだけれども、大正期の文学意識っていうか芸術意識って言ってもいいかな、そういうものを考えるとき、あるいは思想の問題もね考える含めて、どうでしょう、土壌でやりたらどうですか。そうか、まあ教育指導でやればいいわけですから。読んだことないから全然関係ないですよ。勉強なんで構わない。まあ、僕は高校生から大学生の頃唯一っていうかほとんど唯一の趣味は孤児巡礼だったね大和孤児巡礼だったもんだからあの頃ね三種の神器みたいに言われてね、松井哲郎の孤児巡礼と亀井勝一郎の大和孤児風物詩と会津八一の六名集と。どんな世界に生きてたの？もう私はそうだからさ高校生の時はいつもね奈良の国際アップスカメに日吉館っていうね安い旅館があって、あの頃1泊430円ぐらいだったかな一番ね長く行ったの日吉館に3週間泊まってたことで、もほとんど毎日奈良中のお寺を歩き回って。僕はそれを本当はやりたかったんですよ。やりたかった。大和に山八重と鳥よろ雨の株山登りたち国見をすれば海原は釜めたちと船原は煙りたちと馬しくにず秋津島大和の国やとかね。そう2番目で一番最初はあれですね、みこよひもみこよこもよみこもち福島よみふくしもちこのに夏ますこ名のなさね空光山との国は万葉集はまだ50か60ぐらい覚えてると思う。4000だからな、50、60じゃ大したことないんですけど、本当はそれやりたかった。仏像と万葉集と古事記の研究やりたかった。夢はそっちだ。それがあんな時代に引っかかったもんだからね。そう。あんな時代引っかかんなきゃな、国文学者になれってね。はい、じゃあというわけでなんかちょっとまとまらない話でありましたけれども、で次回もう一回ちょっと漱石の問題もう少し特に次回明暗に即しながらね作品分析も少し入れながら、それとさっき言ったように田園の憂鬱の問題をちょっとどうしてもねやっておきたいんで、それで今年度は一つ締めくくりにさせていただきたいと思います。4月の19日ですね。19日ね。いやいや違います。高橋さんの人で書いてあると違う。16でしょ。すいません。頼むよ。19日は土曜日だからちょっと19日は僕ももうすでに予定がある。16普通の水曜日。間違えました。16です。早い水曜日だから。